幸せとは何かに終止符を打つ哲学と科学がたどり着いた一つの答え。その幸せ、もしかしたら誰かに植え付けられた幻想かもしれない。SNS にあふれる成功者の笑顔、誰かのライフスタイル、誰かの生き方、それを見て自分もこうなりたいと願う。でも気づいているはずだ。どれだけ追いかけても本当の幸せはいつも遠ざかっていく。じゃあ一体何を求めればこの心は本当に満たされるのか。幸せとは何か。この問いは古代から現代まで無数の思想家と科学者が挑み続けてきた。だがこれほど長く議論されているにもかかわらず、今なお誰もが迷い悩み答えにたどり着けずにいる。なぜなら私たちはしばしば幸せを得るものだと勘違いしてしまうからだ。お金を得れば幸せになれる、成功すれば満たされる、愛されれば安心できる、そんな風に外の世界に答えを求める。だがそこで得られるのは一時的な興奮だけ。数日もすればその喜びは薄れ、また次の幸せを探し始める。アリストテレスはこう言った。幸福とはある活動の中にある。それはつまり幸せは状態ではなく運動であるということだ。例えば海辺で寝転んでいてもそこに意味を見出せなければ人は退屈する。逆に困難な目標に向かって努力している最中にふと満ち足りた感覚に包まれることもある。つまり幸せは快楽ではない。本質は成長や充実感、すなわち今この瞬間自分が生きているという実感にある。脳科学もこれを裏付けている。幸せを感じるとき私たちの脳内ではセロトニンやドーパミン、オキシトシンといった神経伝達物質が放出される。だが重要なのはこれらの物質がどのような行動で活性化するかだ。オキシトシンは人との信頼関係や温かい触れ合いの中で分泌される。セロトニンは日光を浴びたり規則正しい生活をした時に安定する。そしてドーパミンは目標に向かっている時に最も強く働く。つまり幸せはじっとしていても訪れない。誰かに与えられるものでもない。自分自身が動き出し誰かとつながり目的を持って歩んでいる時、脳は幸せを感じやすくなる。行動心理学ではこれを意味付けによる報酬構造と呼ぶ。同じ出来事でもどう意味付けるかによって幸福度は変わる。テストで80点を取ってまだ20点も足りないと落ち込むのか、前回より5点伸びたと喜ぶのか。その違いは脳が感じる報酬の質に直結する。幸せとは状況ではない意味付けのセンスだ。そしてこのセンスは生まれつきではなく鍛えられる。ニーチェは言う。人生とは解釈の連続である。つまり自分の捉え方次第でどんな出来事も前向きな糧になり得るということだ。ここで重要になるのが選択の力である。心理学者のバリー・シュワルツは現代人が不幸になる理由の一つに選択肢が多すぎることを挙げた。選べば選ぶほど後悔のリスクも増える。選ばなければ何も得られない。ではどうするべきか。答えは選んだものに意味を与えること。つまりどれを選んだかではなく選んだ後にどう生きるかが全てなのだ。例えば自分の職業や関係性に悩んでいるとしよう。もっといい道があったんじゃないかと過去を振り返っては後悔してしまう。だがどんな選択にも意味は後から付け加えられる。選んだ道を正解にするのは今この瞬間の行動なのだ。これは脳の可塑性、プラスティシティという性質にも一致している。私たちの神経回路は日々の行動によって書き換えられる。習慣が変われば思考が変わり、思考が変われば感情の感じ方そのものが変わる。つまり幸せとは感情であると同時に技術でもある。もっと言えば生き方の設計図だ。大切なのは問いを変えること。どうすれば幸せになれるかではなく、どんな生き方をすれば幸せを感じ続けられるか。答えはシンプルだ。誰かと心からつながり、自分の存在を誰かのために役立てて、日々を目的と意味で満たしながら、今いる場所で小さくても確かな一歩を踏み出すこと。その積み重ねが幸福という名の構造を作っていく。そして最後にカントの言葉を添えよう。幸福とは理性ある存在がその全能力を使って自らを完成させること。つまり幸せとはゴールではない、理性を使い自分自身を育てていくという旅路そのものなのだ。